筑波サーキットバトル。今回はバトル時の実際のパワーウェイトレシオを出すために体重測定。ここで嬉しくないトップに躍り出たのは多い。ちなみに副編ホンダは計測不能でベールサイド状態。チーム400は嘘じゃなかったのね。さらに車重のデータも計測したところで、担当ドライバーによるタイムアタック。前日までぐずついていた空も幸い晴れ渡り、路面は完全ドライ。ドライバーそしてコース、最高のスーパーバトルが期待できる条件はこれで全て揃ったわけだ。今回のスターティンググリッドは04タイム、実パワーウェイトレシオ、そしてタイムアタックの順位を集計。トータル順位の低い順に並べることにした。順位集計の結果、スターティンググリッドが決定。さあフォーメーションラップだ。表面をきれいにしとこう。タイヤ最近スプリントのスタートっていうのをやってないからドキドキするな。こういうのなんかみんなすごいな。バトルは7ラップ勝負。全車グリッドに帰ってきた。ローブーストで行こう。シグナルがついた。スタート。黒沢456、いいスタート。後方からスタートの清水ルーフもジャンプアップ。土屋ベイルサイドが遅れたか。やられた。やっぱり4500でまあしょうがねえな。ハイブースト。巨大なウイングの2台はまだ7、8番手。さあどうやって上がっていくのか。ほら来るんじゃない、来るんじゃない。トップは黒沢456。後ろがごたついているうちに逃げる作戦だ。ほら、高い車なんだから。バックストレート。鈴木 F40 中谷 NSX をパス。2ラップ目に入った。シフトミス。追いポルシェ2位浮上。中谷手こずってるね。鈴木 F40、 今度は服部バイパーに襲いかかる。音、土屋ベイルサイドコーナリングで NSXR に負けていない。この対決はシビアになりそうだ。一方
ガンさんは超真剣の無言ドライブ。まさか勝とうなんて思ってるんじゃ。さあみんな、極悪攻撃に気をつけろ。この車幅が広くてこれガンさんに負けるわけいかないでしょこんなにオーバー出したら抜かれちゃうよ。うひゃー。ワイパー動かしてるよ。あ、これ違う、ウォッシャーじゃないよ、これ。間違えてワイパースイッチされちゃう。あ、これ違う。バトルは4ラップ。ようやく鈴木 F40 が上がってきた。その後ろでは3台が4位争い。おお怖いよ。実はミラーが何も見えねえんだ。ついに黒沢456が捕まった。F40 が来たか。仲のいいおじさんたちでした。その後ろではドリドリがコースアウト。ああ怖かった。危ない危ない危ない。おいあの親父大丈夫か。なんかポルシェみたいな羽つけた。なんか親父危ねえぞこいつ。ダートでやってるぞこんなでっかい車で。あ、これでもリアロックしてる。音、清水ルーフブレーキトラブルか。止まんないよ。立ち上がりでみんなに置いてかれちゃうよ。どんどんその分離れていってるね。あ、友達になってくれるのはマストリぐらいかな。余裕の鈴木 F40 はガンさんを追っかけチェック。その後方では中谷 NSX が追いポルシェに仕掛けた。うひゃー、全然進入が違う。怖いよ。リアが前はシャープだけどリアは鈍感。吉尾さん遠慮してます随分。いいんですよ抜いちゃって。いきなりパワーが出てくるから怖いんだよ。 F40 が遊んでいる隙をついて NSX がいった。行かれちゃった。
やだよ。中谷 NSX のプレッシャーにようやく本気を出した鈴木 F40。 おっと大井ポルシェ危ない。ガンさん、こら。この車で最高に頑張ってるな。土屋ベイルサイドもスパートをかけ始めた。最終コーナー一気に黒沢456にも仕掛ける。おたぶない。やろう。ブレーキに問題が出たものの強烈な加速で服部バイパーをパス。ルーフってコーナー遅えなこれ。ああ危ない危ない。オカマホルっつうの。さあファイナルラップ。黒沢456と大井ポルシェはまだ4位争い中。サイドバイサイド。とまた危ない。おやじおいよ抑えてやれ。マジになってますね、中谷選手。中谷 NSX 勝負に出た。うわっと無理か。ギアがちゃんと入ればね。ぐにゃぐにゃしてきたね。熱が上がってくるとダメなんだね。ここまで来ればなんとか4番でゴールしたい。この車で4番じゃ最高だぞ。くそー、最終コーナー勝負。おい抜けるか。さあチェッカー。トップは鈴木 F40。 続いて NSX ベイルサイドの日本車勢。ガンさんは極悪ブロックで4位をキープ。悔しい大井ポルシェだがなんとルーフの前でゴール。気になる清水ルーフはなんとリアブレーキの付け間違い。清水さん、ルーフファンの皆さん大変すみませんでした。強烈なブロック。スタートの時オイルスピン。456で4番は立派だろ。そうだよね。あれは立派。結構いろんな F40 に乗られてますよね。そうですね、なんかどういうわけか。でも僕はなんか F40 っていうのはこう確かにレベル的には高いけど、C カーの延長みたいな気がして、僕なんか C カーも嫌というほど乗ってるから、むしろやっぱり456なんかの方が本当は今日だから456乗ってみたの。で逆にシーカー体験ができるぞと。そう、ガンさんにシーカー体験していただいてシーカー体験ですね。一発最終コーナーで4周目5周目で圭一が来たのをブロックしてやろうかなと思ったけどもうコーナー入ってたんでね、まあしょうがない。あれ避けたらんで元のラインに復帰するまでがあれが唯一のミスかな。でもあの車にしちゃ本当ガンさん立派だったよ。関東賞譲ってやろうかな。最終コーナー譲ってやろうかな。こんなになってたのはあれって譲るって言うんですか。ベールサイドのスープラなんだけれども、まあなんかコンプリートで900万ということで、どっちかというとまっすぐなところでは最高にいいかな。まあ最高にいいって言ってもあとはもう少し詰めていかなきゃいけないのが、シフトアップしていっても7000まで引っ張ってシフトアップして5500まで落ちる。その5500からトルクバンドが出るまでにまだちょっと1秒ぐらいのタイムラグがあるから、そこですごい無駄がある。だからやっぱりでっかいタービンっていうのは考えもんかなって。もうちょっと日本の道は扱いやすいタービンでポン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 出るパワーの方がいいかなって感じがしましたけど、まあまとまりとしてはすごくトータルバランスの高い車ですよね。普通のチューニングカーなんかここへ持ってきたら多分壊れちゃいますよ。
あ NSXR は富士で勝負したら一番ビリでしょうけども、まあね、ただもう3000もニューツーリングも後ろから煽られる車ばっかりで、俺も速いエンジンの車に一回乗ってみたいんですけど、あんたも一番速くなるのさじゃない。いやだからストレート遅いからね、エンジンの速い車で前の車をストレートで抜いてみたい。エンジン速くてもね、やっぱついてくもんがついてこないと難しいよね。今日のルールっていうのは最高速仕様のナローボディ使ってるんで、多分大井君のポルシェよりトレード狭いのね。だからコーナリング性能っていうのはもうそういう意味で、じゃあ僕のポルシェの方がすごいってことですか？あれにルーフのエンジンなんですよね。乗っければね。あのパワーを残念ながら全く生かしきれてないリア。だからなんでトヨタがトラクションコントロールに力入れるのか分かるような気がするんだけどね。攻めるな。でトラコンに関して言えばヨーロッパ仕様よりもやっぱり日本の仕様の方が全然いい。じゃあトラコン以外は？てか日本仕様よりもヨーロッパ仕様がいいところっていうのは？だから解凍性はいいみたい。でも結構気にしいやてる。大好き俺。もう俺ちょっと今日はすごい検討したと思いますよ、あの車で。買うよ。すごいことはさ、このベストモータリングのバトルね、スーパーバトルっていうものにさ、アメ車が出てきたってことはすごいことだよ、これは。今までね、アメ車が出てきたことはないんだから。